しこさん、おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日はちょっとね、なかなか複雑なう話になん、りそうなうん、んで、ちょっとどこまで今日、約10分ぐらいで話ができるか。ね。この間の話の続きの自分らしさって来ちゃいましたよ。自分らしさ。英語で言ううん、と、authenticity っていう言葉をはい、使うと思うんですけども、はい、これって、なんでオーセンティシティ、その自分らしさっていうのうん。が重要なんでしょね、やっぱり、いわゆる自分らしう。さ。うん、うん、で、リーダーの人のね、組織のうん、中のうん。役割で、一つとして、各社員のスタッフの方々が、皆さんが持っている能力を最大限ね、していたうん、だくっていう大きい、ミッションがある中で、うん。やっぱり皆さん自分自身を、どこまで出していいんだろうかっていう、そういった、安心感っていうんですか。ああ、これうん、を言ったらうん、怒られるんじゃないかではなく、どこまでやっていいのか、その安心感っていううん、うん。のをリーダーが、その、ワークプレイスにちゃんとインストールするっていうのが、ね、すごく求められている中で、リーダーからこそ、そのご自分らしさを、出していただくっうん、ていううん。ことが、結果的にね、そのワークプレイスのポジティブな感じっていうんですか、いうものをオーセンティシティを出すことで、一緒にもたらせるっていうね、ことがあるんじゃないかなと思います。一番最初にこの Facebook ライブをやった時に、よしこさんが、あるコーチングのクライアントが、うん、リーダーシップなんてね、語る必要はないよとかってうん、言ってたっていうんだけど、やっぱり語らないうん。といけませんよね。そう、自そうです。分から。うんうん。その通りですよね。で、じゃあ誰がやるんですかっていうところでも、リーダーだったら、ね、あなたのいる、ワークプレイスですよね。そこからでもね、やっぱり本当に自分らしくあるっていうこと、それを周りに出していくっていうのは、本当にややった方がいいですね。ピンってきちゃったんですけど、アメリカでいうん、わゆるダイバーシティ、ね、うん、インクルージョンっていうそういう うん、DEI っていううん、コンセプトがあって、で、特にアうん、メリカの場合は、そのいろんうん、な人種いろいろあるわけでしょ。で、うん、コロナになってズームになった途端にですうん、ね、そのズームで背景が映るでしょ、後ろに。うんうんうん。ね。そこに例えば黒人の人だったらやっぱり自分の黒人の文化をうん。反映するようなものを置きたいとか、あ例えばヘアあ、スタイルもうやっぱりん、自分のヘリテージ、伝統をね、出すもうん、のがやっぱり自分らしさだからって言って、そういうことをしても大丈夫なのかなっうてん、いうね。うんうん、だからさっき言ってた、心理的にうん、安心、ここだったらうん、大丈夫、安全だっうん、て思う気持うん、ちにさせるのは、やっぱりそこの上司がうん、オッケー。ね。で、自分うん、からそういうことも晒してくれるうん、っていうことなんですかうん。ね。そう、その通り。私たちもリーダーをうん。見た時うん。っていうか、リーダーがいたとしていて、うん。その人の一側面うん。をしか見るチャンスがないわけですよね。でも人間って本当はいろんな部分があるじゃないですか。仕事の時のその人だったり、プライベートな時間、友人といる時の時間。いろんな側面がある中で、やっぱりそういうのが見えた時にね、その社員っていうかスタッフの方が受けるインパクトとして、あ、すごく人間的な一面を全体感がね、見れるとすごい近い感じが多分すると思うんですよね。わかりますね。私ね、これうん、コーチングであるうん、結構上の男性だったんで、ドイツ系だったのうん、かな、人が、フィードバック、この間の話じゃないけど、360うん、のフィードバックでケチョンケチョンに来たの。根本的に何かって言ったら、うん、遠い存在だって言われたんだって。うん、何が遠いって言ったら、要するに彼は仕事のことしか話をしなくって、うん、全然どんな
人なのかよく分かんなくて、で、分からない、この人がどういう人なのかって分からないってことは、やっぱり信用が置けないってことにつながる。信頼できるのかな、この人は。本当に気持ちでこう言ってるのかなっていうのが見えてこない。で、そこで、結局何をその人は自分でアクションプランを立てたかっていうと、ミーティングの前に、こうみんな集まるじゃん、ミーティングルームに。ね、会議室に。で、その前にちょっと家のことを話すんだって。家族のこと。で、そのティーンエイジャーの息子がすごい、もうどうしようもないんだってさ。だから、そのことをちょっとポロって言ったんだって。そうしたらみんなが、あれでもそういうことがあるんだ。家族、もっと完璧な家族かと思ったら、大変な息子がいるんだってことが分かった瞬間に、すごい親近感が湧いちゃったっていうわけですよ。だから、要するにさっき、よしこさんが言ったように、全体像、自分がどういう人なんだって全体像を見せることの重要性って、やっぱりそこの距離感を縮める。それから、それが距離感が縮まると、やっぱり信頼度っていうのが、信用度ってもぐっと上がってくるから、だから、ある意味自分の弱さ的なこと、完璧じゃない自分を見せるってことも大切なのかなと思ったんですけど、どうなんですかね？すごいいい、わかりやすい例をありがとうございます。やっぱ皆さんも、多分、翔子さんもそうだと思うけど、なんかこう、ふりしてる人と、本当にその人のなんか、のまんまでいる人ってなんか分かりますよね。そうこう、そうそうそう。感覚っていうのを受けるインパクトってなんかやっぱありますよね。でね、やっぱり仕事をしていく、すごい大事な場面だけども、やっぱり人間ってそのプリテンドをしてる人じゃない方の人ですよね。その方にやっぱり自然に、なんていうの、引き寄せられるというか、魅力を感じる。なんかそうやっぱり人間的なものってやっぱりありますもんね。人間の中に。そう。すごくね。だからそれがオーセンティシティ、自分らしさ、リーダーとしての自分らしさを表現することの重要性、ベネフィットっていうのかな、があると思うんですけど、でもここで私はちょっとよしこさんに一発いこうかなと思ってるんですけどね。でも、そこに私はもう一つ落とし穴があるんじゃないかなと思ってるんですよ。今そのまんまっておっしゃったんだけど、それって私、特に女性のコーチングをしてる時に必ず出てくるのが、まず、いやー、それはもう、私じゃないから、私のスタイルじゃないからとか、それは自分らしくないから嫌ですとか、昇進してね、で、新しい部署でちょっとどうしようかなって思ってる時に、自分の上司から、あるいは先輩から、いいのよ、自分らしくやればって言ったけど、え、でも自分らしくやっていいのかなっていう環境だっていうんですね。なんとなくね、その自分らしさがあればいいっていうところに、ちょっと落とし穴があるような気がするんですけど、これはどうなんですか、よしこさん。やっありますよ。そこをちょっと次回深掘りします、もう少ぱし。りね、私がここでその落とし穴の一つでよく、絶対このアドバイスは皆さんやめてほしいっていうアドバイスがあります。それは、いいのよ。自分らしくやれば、一番役に立たないアドバイスなので、皆さんやめましょう。これはまた先出しで、今の先出しで、そう、これでおしまいにする前にですね、先週、私たちが360度のフィードバックの話をしたときに、ちょっと質問が来ました。はい、どんなどういう反論をする人に対してどうやったらいいんでしょう。どう対応したらいいんでしょう。そう。いいこと、ありがとうございます、質問。はい。で、ここで増田がちょっとお答えさせていただきたいと思います。まずですね、360度のフィードバックっていうのは、とにかくその人の評価ではなくて、デベロップメント、この人を良くしていこうっていう、そういうものなんだっていう時に使ってほしいものなんですね。なので、まず360度のフィードバックをする前にです。する前に、もうお膳立てをしなきゃいけません。それはどういうお膳立てかっていうと、ステップ1。これは、あなたの評価とかなんとかではなくて、あなたをこれからどういうふうに自己開発していったらいいんだろうかっていうものの材料だからっていうふうにまずお膳立てが第一歩。第2点。で、実際にその結果が返ってきたときに、それをもう一度強調してください。これは
あなたのためだから。で、よくうん。英語で言うと、うん。feedback is a gift って言うんですね。うん。ギフト、う贈り物ん。です。うで、ん。みんながあなたを良くなるだろうという期待のもとにこういうフィードバックをくれてるから、ありがたくいただきましょうねうっていう、ん。これまたさらなるお膳立てをします。で、次にまず何をするかっていうと、これはですね、人間の心理としてみんなすぐ自分の弱いところ、何を直さなきゃいけないところにすぐ目が行きますね。それをはい。させないでください。その前に、まず強みのところから見せます。で、うん。強みのところを見ると、みんな驚くんですよ。何に驚くかっていうと、みんなこういうことが私の強いところだと見てるんだって言って、自分では気づかないところが、周りの人がいいねって言ってくれることがある。うん。そうすると、ああ、気がついてないところに、皆さん、うん。いいねって言ってくれてますね。で、まずここで一押し。じゃあ、ちょっとここを直してほしいっていうところに来たとうん。きに、そうですよね。私たちが気がついてたいいところがあるんだから、私たちが気がついてない悪いところだってあるわけじゃないですか。ってうん。いうと、ちょっとこう、気持ちが、ああ、そうかっていうふうになりますね。うん。だからそこの流れが非常に重要です。で、うん、いい最後に、ステップ。うん。最後のとどめが、じゃあ、どういうアクションをしましょうかっていうところで、リボンをかけておしまいです。こギフト。のやり方。そう。まず、セットアップ。セッうん。トアップのリマインダーね、をもううん。一回やって、されでポジティブに行って、ネガティブに行ってアクション。このスうん。テップで、だいたいよっぽどの人でない限りは、反論はほとんどないですね。これは私も永あ遠にやり続けて、皆さんぜひお試しください。あ、はい、ありがとうございます。わかりはい。やすいステップ、ギフト、リボンで。リボンで、そうです。で、最後はやっぱりアクションです。アクションがうん。ないものは意味がありません。ね。うん、ってそこ感じで。ですね。うそん。こです。そこです。じゃあ皆さんまたじゃあ皆さん良いま週末た。を。